皆さんこんにちは、みーチャンネルです。本日はホンダの新型オデッセイをご紹介していきたいと思います。家族みんなが幸せになるミニバンを作ろうという思いで開発された車で、移動時間も楽しいねって思えるような、そんな一台に仕上がっています。そんな家族が一つになれる究極のミニバンの内装外装を詳しく見ていきたいと思います。それでは早速スタートです。今回ご紹介するグレードはアブソリュート EX EHEV という最上級グレードになります。全長 4855mm、全幅 1820mm、全高 1695mm。燃費は WLTC モードで 19.8kg です。今回の新型オデッセイは以前のモデルよりフード位置が 7cm も高くなり、より上級ミニバンらしく大きく進化しました。フロントデザインも一新してフルモデルチェンジ並みの変貌を遂げているので、最後まで一緒に楽しんでみていただけたら嬉しいです。それではまず外観から詳しく見ていきましょう。まずフロントですが、とても上品で精悍さ漂う大人っぽいフロントマスクになっています。強い誇張感を出すようなマスクではなく、佇まいが美しく、まるでオーラを隠しきれない芸能人のような、そんな存在感を感じる雰囲気に仕上がっています。ヘッドライト周りはこのように光り、今光っているのがデイライト兼ポジションランプで、ヘッドライトとフォグランプをつけるとこんな感じになります。ハイビームの位置はこの位置です。ウインカーは流れるタイプになっていて、長さもしっかりあるので存在感もバッチリで視認性も良さそうです。次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで、セダンをミニバンに進化させたかのようなアメリカンテイストな仕上がりになっています。ドアハンドルとこことここはメッキラインになっていて、フロントマスク同様に横を意識した作りがとても上品でかっこいいですよね。そして今回新型オデッセイの目玉である日本初採用の機能が搭載されているので、実際に今からやってみたいと思います。ドアに触れずにスライドドアを開けることができる機能で、鍵を持って近づくと青く発光し、手をかざすとライン状に発光するので、手を開けたい方向に動かすと開くことができます。まるで魔法を使えたような感覚で、小さい頃魔法使いになりたかった私にとってはすごくときめく機能でした。機能性よりも話題性を意識したということですが、この魔法体験をすると一気にオデッセイのことが気になっちゃいますよね。また便利な予約ロック機能もついています。鍵を携帯した状態で、まずフロントドアのロックボタンを押します。その後スライドを閉めると自動でロックをしてくれます。鍵を出さなくても予約ロックができるのはとてもありがたいですよね。タイヤは18インチです。星型のブラックホイールがとてもかっこいいですよね。そしてこのホイールはなんと消音機能付きになっているそうです。そして給油口は左側についています。次にリアを見ていきましょう。リアはこんな感じで、外車っぽい、これもまたアメリカンテイストな雰囲気に仕上がっています。ここのメッキラインはリアコンビネーションまで突き抜けるデザインになっていて、とても美しさが感じられます。そしてぜひ見てもらいたいのがリアライトを点灯した時なんですが、これものすごく存在感があってかっこいいデザインですよね。この造形が室内から見られないのが本当に残念なくらい美しく、夜のドライブ時はミニバンだと思わないくらい高級感を放つ一台になりそうです。ウインカーはフロント同様に流れるタイプになっていて、ブレーキランプとバックランプはこのように点灯します。リアの開閉は電動はもちろんのこと、キックセンサーで開けることもできます。感度もものすごく良く、 NG 集に採用できないぐらい成功率は高めでできちゃいました。またパワーテールゲートも予約ロックが可能になっていて、先に鍵で予約ロックをしてから荷物を出すなどして、その後足を出し入れするとドアが閉まってロックがかかってくれます。重いものや大きなものを乗せることが多い荷台だからこその便利機能ですよね。外観も魅力たっぷりですが、内装も魅力がまだまだあるので、次に気になる内装チェックをしていきたいと思います。室内はこのような感じになっていて、とてもシックで飽きのこないデザインになっています。高級テイストすぎず、かといってスポーティーすぎず、
あくまでもお子さんがいるミニバンであることを前提とした落ち着きのあるデザインに仕上がっています。まず中央にはオデッセイ専用の10インチの大きなナビが設置されています。その下にはハザードランプボタンと、その両サイドにスタイリッシュなエアコンの吹き出し口がついています。細めのエアコンの吹き出し口ってすごくスタイリッシュでかっこいいですよね。今回のオデッセイのように助手席側まで平行にスーッと配置されていると、すごくスマート感が際立ってとても上品に感じます。ここの木目調パネルはここの隠しボタンを押すことで開いて、ティッシュボックスなども置けるような大きめな収納スペースになっています。ティッシュボックスって結構置き場に困ると思うんですが、ここならすぐに使えてインテリアも邪魔しないのですごくいいですよね。そしてここにはエアコンの操作パネルがついています。ピアノブラックベースになっていて、またこの何とも言えない形がおしゃれに見えますよね。画面も大きく見やすくて押しやすい角度になっているので、とても操作性は良さそうです。その隣にはシフトレバーがついています。バックギアに入れた音はこんな感じで、ナビではこのように周囲の様子が確認できます。その下には EV ボタン、シガーソケット、USB ジャックなどがついていて、ここには引き出しタイプの大きめのトレイがついています。旅のお供に欠かせないドリンクホルダーはここに格納されていて、その後ろには蓋付きの収納ボックスがついています。次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルは本革巻きでとても握りやすく、操作性も良さそうです。ハンドルの左側はナビとメーター内のディスプレイ操作ができて、右側はクルーズコントロール関係の操作ボタンになります。そしてウインカーレバーのここのカメラボタンを押すと、上から見たような映像や視覚になりやすいところを映してくれるようになっています。エンジンスタートボタンは運転席の左側についていて、エンジンを始動するとこのような感じで動き出します。左側は液晶ディスプレイになっていて、右側はアナログタイプのスピードメーターになっています。こうやって見るとアナログタイプってやっぱり見やすいですよね。そしてメーターの右側にはエアコンの吹き出し口と、その下には収納タイプのドリンクホルダーがついています。さらにその下には安全系のボタンと、その隣には電動パーキングブレーキとブレーキホールドのボタンがついています。さらにその下にはスライドドアの開閉ボタンとエコモードのボタン、ETC 車載機がついています。ボタンが多くてごちゃごちゃしてそうですが、こうやって段々となった作りにするだけでボタンさえもおしゃれアイテムに見えちゃいますよね。そしてここには給油口を開けるレバーがついています。次にドア内側を見ていきましょう。ドア内側はこんな感じになっていて、ここのブラウンの木目調パネルがとても温かみのあるいいアクセントになっています。ドアハンドルはメッキ加色がされていて、ウィンドウスイッチ周りはピアノブラックと高級テイストに見えますが、ここの木目調がうまーくバランスをとってくれていて、とても落ち着いた雰囲気に仕上がっています。ここには2段階の調整ができるシートヒーターのボタンもついていて、直感的に操作できるのはすごくいいですよね。もちろん助手席にもついています。ドアを閉めた音はとても気密性が高い音がします。この新型オデッセイは窓も遮音ガラスを採用するなど、車内の静粛性にとことんこだわって作られているそうです。シートはこのような感じで気持ちいい硬めでとてもフィットする感じがします。シート調整は運転席、助手席ともに電動で調整することができて、ここに角度調整ができる大きめのアームレストもついています。ここにはミラーと LED ルームランプがついていて、ここの丸型の形状がすごくおしゃれな雰囲気にさせてくれますよね。ここにはサングラスホルダーがついていて、ここをもう一回押すと後方を確認できるミラーに早変わりします。次に2列目を見ていきましょう。スライドドアは肘でも開けられるということなので、肘を使うシチュエーションをやってみたいと思うんですが、ここの袋が車に当たる危険も感じたので、実際はちょっと使うのは考えてしまうかもしれません。中はこんな感じになっていて、ス
テップの高さも30センチと低く、ご高齢の方や小さなお子さんにはとても優しい作りになっています。シートはこのような感じで、特等席という言葉がふさわしい上質な作りになっています。特に2列目を重点に考えて作ったということなんですが、座った感じはとても良く、足元空間も広いのでとても快適です。そしてここからがすごいんですが、今3列目を床下に格納した状態なんですが、なんとこんなに後ろまでスライドすることができるんです。もちろんリクライニングもできますし、オットマンもついています。またリクライニングの状態から前を見やすいように角度調整する機能もついていて、本当ここの席からの眺めは素晴らしいの一言です。本当にミニバンと少し疑いたくなるくらいの贅沢仕様ですよね。シートにはメッキ加色されたドリンクホルダーがついていて、またシートを一番後ろまで下げるとちょうどぴったり3列目用のエアコン吹き出し口や照明が使えるようになっていて、本当に使う人を意識した素晴らしい設計になっているなと感じました。そしてここには 100V1500W 対応の電源がついていて、アウトドアやもしもの災害時にも役立つ仕様になっています。またシートは水や油を弾く特殊加工がしてあって、ミニバンの域を超えたアウトドア派にもおすすめの仕様になっています。ただ一つ気になったのが、ミニバンの定番化になってきているロールサンシェードがなぜかついていませんでした。ここまで一思いに設計されているオデッセイなので、つけなかった理由は必ずあると思うんですが、正直ここはまっすぐな道を歩んでほしかったなと感じました。2列目天井にはエアコンの操作パネルがついていて、作りもとてもおしゃれですよね。それでは3列目を見ていきましょう。今手に入れた魔法を使って3列目をセットしたというのは冗談で、さささっと3列目をセットしたんですが、本当に軽くて簡単なので女性でも十分に安心してセットすることができます。シートが軽いとはいえ3列目の乗り心地もすごく良くて、足元空間もあるのでとても快適です。またリクライニングもでき、両側にドリンクホルダーもついているので、かなり快適に過ごすことができそうです。最後にリアを見ていきましょう。中はこんな感じになっていて、先ほど説明したようにこの手前にある大きな3列目シートは床下に格納することができます。3列目を収納しないときはこのスペースが2室空間になります。本当に無駄がなくてすごいですよね。収納もすごく簡単で、3列目シートを前に倒して、ここのレバーを引いてこの紐でくるっと回してあげると簡単に格納することができます。そしてここの赤い紐にフックがついているので、フックでロックをしてあげたら完成です。いかがですか？跳ね上げ式では絶対に見ることができない開放感ある2室空間ですよね。これならキャンプの時や家具を購入した時などにもすんなり荷物を入れられそうです。いかがでしたか？本日はホンダの新型オデッセイをご紹介しましたが、迫力のある外観からは想像ができない魅力あふれる、そしてワクワクするようなそんな1台でしたよね。3列目の床下格納や2列目の快適空間は本当に知らないと損をしたようなすごい技術だなと感じました。今回搭載された日本初採用のジェスチャーコントロールの開閉で、オデッセイってこんなにすごいんだぞということがみんなに知れ渡るといいなと思いました。オデッセイを検討している方や他にもミニバンに乗られている方など、また動画の感想などもぜひコメント欄でお待ちしています。チャンネル登録やグッドボタンが励みになるので、よろしければ応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。